どうも、修太郎です。今回はですね、私の N 版が納車されたのが2019年の1月なので、今月でもう丸3年経ったんですね。納車された時に生後3ヶ月だった息子もですね、今では3歳になってます。すごい早いですね。でですね、その3年という節目で、私が100回以上、車中泊を共にしてきた N 版の良いところ、悪いところ、それぞれ3つずつまとめておきたいと思います。注意なんですが、私の N 版は2018年モデルですね。N 版はですね、2021年、今年のですね、2月にマイナーチェンジされて、多少改善されたというところもあるんですが、私の N 版は2018年モデルですので、そのところはご注意ください。それでは早速、良いところ1つ目は、荷室高ですね。これは私が N 版を買った決め手にもなったスペックなんですが、N 版の荷室高はですね、カタログスペックで 136.5 センチあります。実際に測ってみてもですね、車中泊用ベッドのボードの上が105センチ、ボードの下が30センチとなっていて、だいたいカタログスペック通りでしたね。私身長が180センチの、座高がだいたい1メートルぐらいあるので、それで結構ギリ快適に過ごせるかなっていうレベルです。で、ハイゼットカーゴとかエブリィだと、荷室高がですね、L 版より10センチ以上低いので、これだけの収納スペースを作って、やはり快適に過ごすってことは無理なんですね。なのでね、やっぱりこの荷室高の高さっていうのは、N 版、特に車中泊で使う場合には N 版の最大のメリットの一つなのではないかなと改めて実感しました。ですので、私みたいなね、体の大きな人間が軽バンで車中泊するとなると、やはり N 版一択になってしまうのかなと思います。車内では寝るだけでね、仕事も、食事もしないというのであれば、他の選択肢もあるのかなと思いますね。二つ目は自由度の高さです。これですね、こう見るとごちゃごちゃテーブルとかね、上にもいろいろ棒とかつけてるんですけど、これですね、一切私が自分で N 版に穴を開けたっていう穴は一つもないんですよ。もともと N 版にはユーティリティナットっていう、ネジ穴がついていて、そこに、後から買ってきたパーツをねじ込んでいるだけなんですね。なのでやっぱり自分で穴を開けてねじ込むのと、もともとある穴にねじ込むとではもう全然安心感も違いますし、あとこのですね、やっぱり荷室高。運転席と助手席以外の後ろの部分っていうのはやっぱり車中泊をする上では居住空間なので、やっぱりそこを快適にかつ自由に作り込めるように作っているっていうところが、やっぱり N 版はね、遊びに使うっていう用途もしっかり考えて作られてる車だなっていうのを感じられるポイントですよね。なのでね、やっぱり車中泊のスタイルっていうのは個々人に皆さん違うと思うんですけど、自分好みにね、作り込んでいけるっていうのはすごくね、重要なポイントだと思いますね。はい。そして3つ目は、ホンダセンシング。特にアクティブクルーズコントロールですね。アクティブクルーズコントロールっていうのは、簡単に言うと高速道路を走っている時に前の車に自動的についていってくれるという機能ですね。で、アクティブクルーズコントロールを使っている最中は、ハンドルもカーブで緩やかなカーブであれば自動で切ってくれます。で、アクセルのコントロールに関しては最大速度を設定するとほぼ全自動で、調整してくれます。で、この機能はもう素晴らしいんですけど、悪いところもあるというか、発展途上なので、これは悪いというか、まだ、完全になっていないというところがいくつかあって、で、一つはですね、トンネル内とか逆光の環境とか光の強弱が結構安定しない場所だと、前に走ってる車をたまに見失って、
構突っ込みそうになることがあります。あとですね、急なカーブが多い首都高などでは、曲がりきってくれないので、手動で、曲がる必要があります。あと渋滞の時は勝手に走り出してくれないので、ほとんど使えないです。あと、巨大な、すごく大きなトラックが隣の車線を走ってると、たまにですね、急減速することがあります。そういう機能的なですね、まだ発展途上なところは本当に3年も乗ってるといくつもあるんですけど、これらを勘案しても、このアクティブクルーズコントロールは本当に長距離の高速走行時は本当に素晴らしいですね。もうこれがあるおかげで、以前だと高速でですね、300キロぐらい走ると、私結構すねがね、痛くなっちゃうんですよ。多分アクセルを踏んだり、緩めたり、踏んだり緩めたり、あとブレーキっていうので、やっぱ結構すねの使うので、すごい300キロ走って辛くなってたんですけど、今 N 版だと1日ね、1000キロぐらいまでだったら結構走れるようになったんですよ。だから1日で、青森とか四国ぐらいだったら、埼玉から、普通に行けますね。なんでですね、このホンダセンシングのアクティブクルーズコントロールは、ほんと素晴らしい機能ですね。これ、欠点をどんどん克服したら、本当に高速走行は本当に楽になりますね。あと、ホンダセンシングの機能の一つに、ロービームとハイビームを自動的に切り替えてくれるっていう機能があって、それ見た時に、どうせヘボい感度だろうなと思ったんですけど、これですね、意外に高い精度で切り替えてくれて、かなり実用性が高いんですよ。なので、特にね、山道とかだと、結構車がね、対向から来て、もう曲がってる途中に、ロービームに切り替えなきゃいけないとか、そういうことがあるので、そういうのがですね、自動的にやってくれるので、非常にありがたいですね。はい、続いて悪いところなんですが、悪いところの一つ目も、そこの性能に関するもので、燃費ですね。燃費はですね、もともと、カタログスペックより結構悪くて、私の N 版は、プラススタイルファンターボの4駆っていう一番、燃費の悪いグレードなんですけど、下道でリッター15キロぐらい、高速で80キロから90キロぐらいで走って、だいたいリッター13キロぐらい。で、もうちょっとスピード上げていくと、どんどん落ちてきます。で、私の場合、キャリアもつけてるので、ちょっと悪化して、高速で今だとリッター12キロぐらい、下道で14キロぐらいになってますね。これは結構ね、きつくて、N 版って、私の乗ってるターボ車だと、ガソリンが25リッターしか入らないんですよ。なので、だいたい300キロぐらいまでしか走れないんですよね。で、この300キロっていうのは、首都圏にいる時は特に問題にならないんですけど、北海道とか行った時は、北海道、スタンドがない時は全然ないので、そういうリスクがあるので、1日1回か2回ぐらいはガソリンを入れることになってしまうんですね。それがかなり手間なので、そこはですね、本当に大きなデメリットになっていると思います。はい、そして2つ目はですね、家族受けが悪い。というか、うちだと嫁受けですね。もともと A 版買うときに私は本当に一人でしか使わないと思ってたので、全く気にしてなかったんですけど、たまに家族で使うことがあるんですよ。うちだとファミリーキャンプに年に1、2回行くので、その時だけ、嫁が助手席に乗って息子が後ろっていう感じで3人で乗るんですけど、
もうね、嫁がですね、助手席の座り心地が悪い悪いってほんとうるさいんですよ。やっぱりね、リクライニングするんですけど、ほんと気持ちしかしなくて、やっぱり背中が痛くなる。背中のやっぱクッションがほとんど入ってないので、どうしても背中が痛くなるから、やっぱ1時間半超えてくると結構限界だっていうことを言うので、そこはですね、やっぱり助手席だけでもなんとかして欲しかったなっていうのが正直なところですね。もうフラットになるので、仕方がないっていうのはわかるんですけど、やはりそこは使ってる上でデメリットになってしまってますね。3つ目なんですけど、私的にはね、これが一番ショックだったというか、盲点だったんですけど、N 版って、運転席の窓を開けた時に、気持ちよく窓の外に腕が出せないんですよ。これピラーがあるので、腕を出そうとするとピラーが干渉して、なんだかもういい感じに腕を外に出しながら運転するっていうことができないんですよね。これほんと冗談でもネタでもなんでもなくて、これが一番ショックで、私夏とかは、音楽かけながら、窓を開けて腕を外に出して運転するっていうのはすごい好きなんですよ。これができないから、本気で買ってすぐに、ジムニーに買い替えようと思って、ジムニー借りてね、3日ぐらい乗ったんですよ。ジムニーはね、すごい気持ちよく腕を出して乗れるんですよ。ジムニーはね、すごく車内が狭くて、あと、ぐにょん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 するっていう、貸し心地が私に合わないっていう理由で、却下したんですけど、これがですね、本当に冗談抜きで、未だになんとかならんかなっていうのが、本当一番私にとってのデメリットですね。これ多分軽バンって大体そうなんじゃないかなと思うんですけどね。分かっちゃいますけど、やっぱこれはね、ずっと今でも気になるところで、次に車買うときはそこは本当にちゃんと確認してね、買おうかなって思うぐらいのね、デメリットでは私にとってはあります。ということで、N 版3年乗ってみて、良いところ悪いところ3つずつ挙げさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。でですね、まとめとしてですね、N 版は車中泊とか、仕事で使うとか、そういうことだと本当にお勧めできる車なんですが、普段使いだけ、もしくは一家に1台目の車としては避けるべき車だと思います。ただ、個人的には本当に大満足で、もう私はですね、N 版眺めているだけで幸せな気分になるほど今では愛着を持っています。もういろいろやって車体も結構傷だらけになってしまってますが、これからも一緒に旅をしていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。